けの美貌録をご覧くださいましてありがとうございます。主人格の中津です。今回の動画は多く質問があった中の世界がどうなっているのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。以前まりちゃんが帰ってきた時にお話ししてた動画でもうさらっと言ってたと思うんですけど、結論から言うと中の世界っていうのがないんですよね。じゃあどういう風に見えてるのかっていうと、こう真っ暗というか、なんだろう、目をこうつむってみると、まぶたの裏が見えるというか、暗いけどこう停電とかをしてる時の真っ暗さじゃないみたいな暗さになるじゃないですか。そういう感覚がずっと続きます。で、特になんだろう、見えないって慌てることもなく、そういうものだなってすっと受け入れられてるんですよ。特に見えないことを不安に思いはしないです。自分の意思で目をつむってるから、そうだよねって思う。かといって別に目を開こうとも思わないというか、開いてもそれだから、まあそんなもんみたいな感覚で過ごしています。で、中の世界がないので、どういう風に空間が広がっているのかも正直わからなくて、なので人格さんたちの姿は見えません。しほちゃんが、自分にとってこの私の体が長い、大きいっていう風に話していても、それを実際の内部の体がないので比較 してみることができないんですね。精神年齢とか見た目の年齢とかいろいろ判断基準があると思うんですけど、見た目の年齢っていうところが全くわからないです。で、じゅんくんに関しても女性の体であるっていうことに対する嫌悪感という違和感があるけれど、具体的にじゃあ自分の身長がどれぐらいなのかっていうふうに考えるとよくわからないっていうようなことは以前話してました。なんかこうキャラクターの顔を自分で作れるゲームとかで人格さんたち作ってみようかなって思った時があったんですけど、これじゃないっていうのはわかるけど、これだっていうのは全くわからないっていう風に言ってましたね、その時は。だからビッグとかジュン君に買ったけど、でもそれが内部の体の髪の色なのかって聞かれるとわからないっていう感じです。だそうです。で、あと他に質問があったのは、中にいる時に要は誰かが表に出ていて、それ以外の人たちは中でどういう状況で過ごしているのか、どういう状態になっているのかっていう質問がありまして、これも正直よく分かってはないんですが、こうイメージで動きが伝わりますね。相手との距離感とか、表から遠ざかるとか、こう誰かのそばにいるっていうのがイメージでできます。自分がどういう姿なのかっていうのは正直私自身が中に入ってるところよく分かってなくて、
ふわふわ浮いているような感覚の時があったり、地に足つくというか座り込んだりしてるような時もあるけど、半分寝てるみたいな感覚っていうのが私の感覚です。この子は違うで、2番目に多かった質問、1番が中の世界がどうなっていて、2番目が、どうやって中の人と話をしてるのかっていう質問がとても多かったです。これはですね、本当に感覚でしかないので説明が難しいんですが、この耳から聞こえる音とは別ですけど、中に体があるわけではないので、中の体の耳で聞いているっていう感覚ともまた違います。なんというかあれですね、こいつ直接脳内にっていう感じです、テレパシー的なっていうと、テレパシーを経験したことがないので何とも言えないんですが、私が例えば表で話している時にマリちゃんが何か話している時は頭の中に響くというか入ってくるというか、噛みつきください、そういう感覚で聞こえてきます。かつ、表に出ている人に聞こえないように中で話をするっていうのもあって、主にじゅんくんとなつきさんがよくやってる後ろの方で様子を見ながら、しほちゃんが調子悪そうだからとか、見てる感じ、今中津の様子がこうでこうでみたいな話を私に聞かせてしまうと、私の頭の中に声が入ってくるというか響いてきちゃうから、私がなんて言うんでしょう、思考がごっちゃごちゃになっちゃうんですね。自分の考えなのか入ってきた考えなのか、たくさん聞きすぎているとちょっと苦しくなってしまって頭が痛くなったり混乱をしたりするので、私に聞こえないように話すっていうのができるんです。それは表から離れてっていうこともできるんですが、聞こえない距離感で遠くに行って話すっていうのもあるけど、近くで見てた上で特定の人格さん宛てに話すっていうのもどうやらできるらしいです。そうですね、だからそんなに世界が広がってるとか部屋があってとか姿があってとかではないので、ちょっとみんなと会えないのが寂しくあるんですが、どっちがいいのかっていうのは一概には言えないとは思うので、そうですね、いつか会えるものなら会いたいなっていうふうには思ってます。そんな感じでちゃんとまとまったかな、この部分。はい、中の世界はなくって会話はテレパシー的なものを使っています。で、そうだ、中にいる時の状態っていうのもなんか直接脳内にというかイメージで伝わってくるものがすごく多くて、例えば何かに怖がったり怯えたり怒ったりっていう時に動く感覚がすごくあります。今じゅんくんがしほちゃんが表に出ないようにかば
さんがしほちゃんのことを抱きしめてくれたなとか、まりちゃんとじゅんくんがこうやいのやいの言いながら付き合ってじゃないですけど、なんだあれはじゃれてるなみたいな。じゅんくんはちょっと怒ってた気がするけど、仲良く喧嘩してるなとか、新人さんをまりちゃんとじゅんくんがお世話をしてくれるっていう動きだったり、表情も伝わってきますね。怖がって今にも泣きそうだとか、もうすごく怒り狂ってるだとかっていう表情は伝わるんですが、顔はわからないですね。ちょっと、こればっかりは私もなぜなのかわからないんですが、あくまで私たちの場合はになりますが、そういう感じで過ごしています。で、中でそういう風に過ごしているので、表の状態の把握っていうのはしてたりしてなかったりっていう感じです。表の近くで何かとっさに困った時にすぐに対応できるようにってスタンバイしてくれるじゅんくんは基本的に常に表のことを見ててくれていますが、調子が悪かったりとか、他に中で心配な人がいるっていう時は中同士でコミュニケーションというか、そっちに意識を向けるので、その時の間の表のことは覚えてないというか知らないけど、交代して表見てた時に何があったのっていうのを、頭の中で会話したり、あとはきっかけになるようなことを言えば思い出せるっていう感じですね。それは私もそうなんですけど、例えば、以前しょっちゅうあったこととしては、じゅんくんが知らぬ間にお酒を飲んでいるっていうような、夜お酒を飲んでいて、でそのままどうやら寝たらしいっていうのを朝起きて、何やら頭が痛いぞと私が思いながら、なんだろう、天気のせいかな、風邪ひいたかなって思いながら過ごしてたら、同棲している恋人からなんかこう缶を開けるプシュって音がしたよとか言われたり、あとはゴミ箱の中をパッて見た時に身に覚えのない金麦の缶があるとか、そういうきっかけがあって初めて、あ、そういえば飲んだっていうのを情景として思い出すことが多いです。記憶の共有はなのでしてるっていうか微妙なところなんですけど、なんでしょうね、完全に分離してないのかもしれない。記憶に関しては脱線しちゃった。ここボツでいいや。はい、そんな感じで、短くなりましたが、中の世界についてでした。もっとね、なんかこう部屋とか姿とかがあれば図とかイラストにして説明したかったんですが、ちょっといつかもしできたらもしみんなの姿を見える機会に恵まれたら描いてみたいなとは思っています。私たちの場合は中の世界そのものや中の世界での会話のシステム、動き方とかはそういう感じになっています。内部の世界がなかったのもあって、新人さんの発見が遅れたというか、
探しようがなかったんですよね。こう気配だけはするけどどこにいるかわからないっていう感じだったので、目視ができないっていうのが結構足かせになって新人さんの保護は遅れました。今はちょっと前回動画で出した通りマリちゃんだけ戻ってきてる状態なので、中の世界についてのお話とかはこう前にそういう風に話したなとか、それぞれに聞いたなっていう記憶を頼りにしてる部分があるんですが、そういう感じです。今ね、どこにいるんでしょうね。それも中の世界があれば探せたのかなとも思うんですが、何か進展があったりとかしたらまた動画にあげたいと思っています。この動画を見てまた新たに質問とかがあればぜひコメントで書いていただければその都度返信したいなと思っています。はい、中付の頭の中の世界ってどうなってるのっていう動画でした。そうだもう一つあって一つ三つ以前100人チャンネル登録者数が100人を超えましてありがとうございますっていう動画を出したんですが、なんかすごいびっくりするほどたくさんの方に登録していただけたようで、はいびっくりしてますお礼が追いつかないなとか、500人超えたあたりでじゃあなんか100人ありがとうございますの動画出そうかな、でもただ喋るだけだと前と変わらないしななんて思っていたらあっという間で、どうしましょうねと思っているところです。どうしましょうどうしましょうねなんかはいいろいろこうなんだろう質問も募集してますし、それからこう私から皆さんに聞きたいことというか、こうどういうきっかけでチャンネルを目にしましたかみたいなことだったり、どんな動画見たいですかっていうのを今度アンケートが何か作ってみたいなと思っているので、またそのフォーマットっていうのかな、何かできたらお知らせとともに動画をアップしたいなと思っています。もしよければ協力いただければと思います。そういうアンケートの方が動画のリクエストも出しやすいのかなと思うとちょっと悩んでいる部分があるので、その試験的な部分も兼ねてちょっと作ってみたいなと思います。はい2つになっちゃったね、動画の内容がはい、こんな感じです。なんか本当にすごいたくさんの方々にご視聴いただいて大変恐れ多いというかありがたい限りです。皆さんの見たいものを出せるかどうかは分かりませんが、今後もマイペースに自分の撮りたいものを撮ったり記録として残していったりっていうような感じで過ごしていきたいなと思っているので、気長にお付き合いくださればと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。中付の備考録をご覧くださいましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、コメントなど、あと他何か忘れちゃった久しぶりで、はい、もろもろ
もろもろよろしくお願いしますすみません、雑で忘れちゃった。書いておけばよかった、メモに最後の挨拶。ではありがとうございました。中津でした。